中卒の風間くんはここで帰りたまえ。あとは私が幹事を引き継いであげよう。こういう店にはね、ふさわしい人間というのが決まっているものなんだよ。それにこういう店にはふさわしい振る舞い方というものもある。この店に入ることを許されているのは、きちんとした学歴を持った、来歴もはっきりしているものだけだ。中学を卒業した後、ふらふらといろんなバイトに手を出し、何をしていたかわからないような人間には、この店に入る資格はないんだよ。君はこういう店でのマナーも知らないだろう。はっきり言おうか。今すぐ、ここから立ち去れ。刺すような声が部長の口から放たれる。新入社員の歓迎会が行われる料亭の前、洒落た雰囲気に似合わない下品な声を上げる男は三河。俺を低学歴だと馬鹿にし、執拗に嫌がらせをしてくる男だ。新入社員の歓迎会の店の予約という面倒を俺に押し付けておきながら、手柄は自分のものにする。あまりに卑怯で最低の行為だった。後悔しないですかと、俺は三河に問う。俺がいなければあなたは困ることになると。だが彼は俺の警告を気に留めず、俺に帰れと繰り返した。俺はお望み通り背を向けた。三河は無邪気に勝利宣言をしているようだった。この後、自分が後悔する羽目になるなんて思ってもいなかったに違いない。俺の名前は風間友人。今年で34歳になる。とあるマーケティング会社に勤めているサラリーマンだ。俺が今の会社で働き始めるまでいろいろなことがあった。俺は有名大学出身のエリートである両親のもとに生まれた。典型的な学歴主義に染まっていた両親は、子供である俺にも自分たちと同じ、いやそれ以上の学校へ進学できるようにと、幼い頃から勉強を強いるような人間だった。物心ついた頃には勉強漬けの毎日。記憶にあるのは勉強机と参考書、ノートと鉛筆だけで、友達と遊んだり駆け回ったりした記憶はない。毎日毎日机に向かい知識を詰め込み、受験に向けた勉強に明け暮れる日々に、俺はいつしか不満を抱くようになった。みんなは楽しそうに遊んでるのに、どうして自分は勉強しなくちゃいけないんだろう。どうしてみんなと遊ばせてもらえないんだろう。最初はそんな不満から始まった。少しずつ勉強に手を抜くようになり、親の指示にも反発するようになっていった俺は、ある日友達に誘われて家をこっそり抜け出した。初めて遊びに誘ってもらえたことが嬉しくて、友達の家でゲームをしたり、かくれんぼをしたり、夢中になって遊んだ。そうして夕方まで遊び倒して帰宅した俺は、怒り狂った母に出迎えられることになる。部屋に閉じ込められ、いつもの倍の勉強をさせられた俺は、後でこう聞いた。俺が遊びに行った友達の家に、俺の両親が乗り込んでいって文句を言ったと。次の日学校に行くと、みんな俺から距離を取り始めた。友人くんと一緒に遊ぶと、友人くんのお父さんとお母さんに怒られるという噂があっという間に広がってしまったからだ。俺は両親を問い詰めた。どうして友達の家に文句を言いに行ったのか。どうして友達と遊んじゃいけないのか。どうして勉強しなくちゃいけないのか。ぐしゃぐしゃに泣きながら訴えたが、俺の気持ちは二人には通じなかった。今のうちからちゃんと勉強しておけばいい大学に入れる。
そして父さんや母さんみたいにいい会社に入れれば将来苦労しなくて済むんだ。これはお前のためなんだよ。嘘だ。と俺は思った。本当に俺のことを考えているのなら、俺がしたいことをさせてくれるはずだし、俺が学校で孤立してしまうような行動も起こさない。自分の邪魔になるお友達とはお付き合いしちゃダメ。友人は頭がいいのにバカになっちゃうわ。それにあそこのお家のお父さんが出た大学、C ランクよ。お仕事も自動車関係とは言ってるけど、要は修理業者でしょ。そんなお家とお付き合いするなんてとんでもない。お友達はちゃんと選ばないと。誰を連れてきたって、この人たちは俺の友達として認めないに決まっている。その子の親の職業や学歴に文句を言い、その子自身にもケチをつけるだろう。俺にはそれが正しいことだとはどうしても思えなかった。両親がバカにした友達の父親は車のことなら何でも知っていてかっこよかったし、友達自身もゲームがうまくて優しかった。両親が何度も何度も口にする学歴がなくたってすごい人はすごい。親に対する反抗心から生まれた考えだが、これは今も自信を持って正しいと言える。その後俺は小学校を卒業し、両親のお望み通り、有名私立の中等部に進学した。けれど学歴主義への反発は大きくなるばかりだった。そして俺はついに勉強漬けの日々と親からの圧力に嫌気がさし、中等部を出たら就職すると宣言した。当然、両親からは猛反対を受けたが、一人だけ俺の味方をしてくれる人がいた。それが3歳年上の兄だった。兄は家から出て行けと怒り狂う両親を根気強く説得し、俺を守ってくれた。俺を殴ろうとする父さんの拳からかばってくれたのも兄だった。父さん母さんの言いたいこともわかる。でも学歴がすべてじゃないよ。2人には信じられないかもしれないけど、中卒でも高卒でも必死に生きて頑張ってる人たちをバカにするのは違うんじゃないか。それに中卒は不幸だなんて誰が決めた？そうに決まってるって実際にその目で見て確かめたのか？だったら俺たちが証明する。立派な人間になるため、幸せになるためには学歴は関係ないって。その背中は本当にかっこよくてヒーローみたいだった。今の会社に就職が決まった時、俺は家を出た。両親との仲は微妙なままだが、兄とは定期的に会っている。時々一緒に飲みに行ったり、飯を食わせてもらったりしている。世間一般からすれば、俺たちは仲のいい兄弟だと思う。俺が今働いているマーケティング会社は、とても居心地のいい会社だ。俺が中卒であることを知っても、下に見たり、バカにする人間は一人もいない。社長が掲げる実力主義が根付いていて、仕事ぶりや努力を見てその人を評価する土壌ができている。知識が豊富で頼りになるし、仕事も丁寧でなおかつ早い。当然のように結果も出す。風間に任せれば間違いない。気恥ずかしいが、それがこの会社における俺の評価らしい。俺はうちの社風はこのまま続いていくと信じて疑わなかった。あの日、あの男が入社してくるまでは。あの男、三河は中途採用でうちの会社にやってきた男だった。社長が直々にヘッドハンティングした人材らしく、入社早々部長の椅子を与えられるという。彼が入社してくる前は、中途採用でいきなり部長職になる人だなんて、どれだけ優秀な人なんだろうと期待する声が大きかった。だが、彼が初めて出社した日、俺は嫌な予感に苛まれた。
今日から企画部の部長を務める三河だ。出身大学は T 大。以前は別のマーケティング会社で同じく企画の仕事をしていた。よろしく。爽やかな笑顔と深みのある声に流されそうになったが、俺は聞き逃さなかった。今この人、自分が出た大学の名前を出さなかったか？面接じゃあるまいし、そんなことを口にする必要はないのに、あえて言ったとしか思えない。自分の学歴を自慢に思っていて、なおかつ周りを牽制する意味で口にしたのだろう。俺の両親がまさしくそうだったからピンときた。うちの社風と真逆の人間がやってきたことに、俺は嫌な予感を禁じ得なかった。けれどこの世界にはいろんな考えの人間がいる。この男は学歴主義者だろうが、もしかしたら話せばわかる人かもしれない。第一印象で相手の価値観を決めつけてはならない。そう考えるようにはしたが、どうしたって嫌な予感は振り払えなかった。そしてその予感はすぐに現実のものとなる。風間くん、聞いたよ。君中卒なんだって？三河が働き始めて3日後のことだった。挨拶は済ませていたものの、きちんと話をするのはそれが初めてだったわけだが、その中で早速、三河は俺の学歴について触れてきた。後から同僚に聞いた話だが、学歴の話を出されたのは俺だけではなかったらしい。だが、はっきりと見下されたのは俺だけだった。三河に目をつけられた俺は、その日から嫌がらせを受けた。時間のかかる書類整理を一人でやれと言いつけられ、就業間際には大量のデータ入力を押し付けられた。年に一度行われる席替えの際、三河は俺を窓際の席に追いやり、俺の孤立を狙った。俺が作成した書類やメールのチェックはやたら厳しかったし、少しでもミスが発覚すれば大声で怒鳴られた。中卒くんは掃除でもしていろ、と掃除用具を押し付けられたこともある。他にも、俺に嫌がらせされているという嘘をついたり、上にも俺がどれだけ使えない人間であるかを報告していたらしい。挙句の果てには、俺が担当していた客や抱えていたプロジェクトを横取りしてきた。そのプロジェクトは、俺が取引先に何度も顔を出し、準備に1年以上費やしたものだった。より良いものを作るため、取引先と激論を交わし合いながら進めてきた企画。互いに絆も芽生えていて、思い入れもひとしおだった。かなり大きな金額の金が動く、会社としてもかなり重要なプロジェクトだったのに、その担当を外されたことに納得がいかず、三河に抗議すると、彼はこう言った。ここまでご苦労様。このプロジェクト、これからが一番大事なところだよね。そんな重要な局面で失敗でもされたらたまらない。君だってここまで頑張った仕事を台無しにはしたくないだろう。この私が引き継いであげるから安心したまえ。暗に、中卒にはこの仕事はもったいないと言われた気がした。中卒のくせに取引先や同僚、上司からも頼られている俺のことが気に入らない部分もあったんだろう。日に日にひどくなっていく嫌がらせに、俺は少しずつ追い詰められていった。そうこうしているうちに年度が変わり、新入社員たちが入社してくる時期となった。彼らの買ったばかりのスーツと弾けるような笑顔がフレッシュで眩しい。これから始まる新生活を胸に膨らませる彼らを見て、三河はこう言った。今年の新入社員は皆一流の大学を出た者ばかりだ。素晴らしい。すぐに戦力になってくれることだろう。中卒か。君も頑張らないとすぐ追い抜かれてしまうぞ。ただでさえ学歴では負けているんだから、仕事くらいはいいところ見せないとな。
まあ、書類整理くらいしか仕事がない人間を追い抜くなという方が無理な話だけどな。こいつは新年度も俺をバカにすることに余念がないらしい。三河は俺に当てつけるかのように新入社員たちを可愛がり始めた。彼らの前では優しい顔をする三河は、新入社員たちの中でクールで頼りになる上司扱いされるようになった。一方で三河は彼らに俺のことを仕事ができない中卒のクズだと言っているらしく、新入社員の一部には三河の言うことを信じてしまう子も出てきたようだ。俺のことをよく知っている先輩社員や名物契約社員たちが、部長の話を鵜呑みにしてはいけないと言ってくれているから、完全に孤立することはなかった。だが三河の影響は大きく、俺が新入社員から距離を置かれているのは歴然とした事実だった。ある日、三河が俺のデスクに近づいてきた。暇そうな風間くんに一つお仕事をあげよう。どこをどう見たら、締め切り直前の書類を抱えている人間を暇そうだと思えるのかは疑問だが、三河には俺のことが暇に見えたらしい。仕方なく話を聞くと、今度開かれる新入社員の歓迎会の会場を探して予約を取っておけ、という。中卒か。新入社員の子たちから距離を置かれてることは知ってるかい？君は中卒だから優しくしてあげなよって言ったんだけどね。仕事ができない人よりちゃんとできる人に教わりたいし、そういう人に教えてもらいたいからって言って聞かないんだよね。ごめんね。さも自分には罪がないと言いたげな口ぶりだ。お前があることないこと吹き込んだんだろ。と言い返す間もなく、三河はこう続けた。ここで一発みんなの印象を変えよう。いい店を予約できればあの子たちの見る目も変わると思うよ。君がこれ以上後輩に舐められないようにと思って幹事をお願いしてるんだ。わかるよね。君のために言ってるんだよ。俺のため。その言葉は幼い頃の記憶を思い起こさせた。俺のためだと言って遊びを禁じた両親の顔がフラッシュバックする。そうして黙り込んだ俺に幹事を押し付けると、三河はどこかへ行ってしまった。あの様子だとあいつの中では、俺が幹事を引き受けたということになっているんだろう。苛立ちはあったが、新入社員のためだと考え、俺はスマートフォンを手に取った。店選びははかどらなかった。歓迎会まで10日を切っていたことに加え、予定日は金曜日。どこにかけても予約は埋まってしまっている。大衆居酒屋の予約を取ることも考えたが、三河にバカにされる未来しか見えない。ギリギリまで粘ろうと決め、店探しに明け暮れる。いよいよ今日会場を決めなければまずいという日になって、一本の電話が入った。その店は、俺がいの一番に電話をかけた店だった。当然、その時は断られてしまったのだが、万が一予約が空いたら連絡をもらえないかと頼んでおいた。電話に出ると期待通り、予約が空いたという話だった。もともと入っていた予約の開始時間が前倒しとなり、夜の時間帯の予約に余裕ができたのだという。ありがたく予約を入れさせてもらい、連絡をくれた店のオーナーに何度も礼を述べ、電話を切る。その足で三河に予約が取れたことを報告に行った。会場を抑えました。龍の友です。俺がそう言うと、三河はさすがに驚きを隠せないようだった。龍の友といえば予約3年待ちの超人気店。和食界の革命児と呼ばれるオーナーが腕を振るう会員制の高級料亭だ。へえ、龍の友ね。まあいいんじゃない。三河が悔しさをにじませる様子を見て、俺は笑みをこらえられなかった。いつも散々バカにされ、仕事の邪魔や嫌がらせまでされている相手に、
人たち浴びせることができたような気がしてすっきりしたのだが、残念ながら話はこれで終わらなかった。歓迎会当日、早めに退社した俺はまっすぐ料亭に向かった。幹事として段取りを立てておかなければならないし、無茶な要望に応えてくれたオーナーや店員さんたちにちゃんとお礼を言いたかったからだ。セピア色の淡い光を投げかける剣灯が並ぶ店の横をたどり、店の正面へ出る。軒先に並べられたものより大きな明かりの横を通り、店の敷地内へ入った瞬間だった。突然現れた男に俺は腕をつかまれ、強引に店へ引きずり出された。突き飛ばされるようにして道に出る。振り返るとそこには三河がいた。やあ、中卒くん、いい夜だね。こんな夜はいい店でうまい料理とうまい酒を楽しむのが一番だ。こんなに素晴らしい店を予約してくれて感謝するよ。おかげで私の評価はさらに上がるだろう。三河が口の端をつり上げた瞬間、俺はこの後の展開を察した。というわけで、私が幹事を引き継いであげよう。こういう店にはね、ふさわしい人間というのが決まっているものなんだよ。一流の選ばれた人間だけが敷居をまたぐことができるんだ。こういう店にはふさわしい振る舞い方というものもある。そう、マナーが大事なのだ。さて、一流のあるいは選ばれた人間とはどんな人間を指すのか、君にわかるかな？中卒くんにはわからないだろうから、私が説明してあげよう。この店に入ることを許されているのは、きちんとした学歴を持った来歴もはっきりしている者だけだ。中卒後、ふらふらといろんなバイトに手を出し、何をしていたかわからないような人間には、この店に入る資格はないんだよ。それに、君はこういう店でのマナーも知らないだろう。私の言いたいことがわかるか？わからないだろうな。君には人の考えを察するだけの脳がないだろうから。ならはっきり言ってあげよう。今すぐ、ここから立ち去れ。帰れ、と三河は言う。バカにするのも大概にしろ、と俺は言いたかった。学歴がなんだ、中卒がどうした。中卒でいろんな世界を見てきたからこそできることだってあるんだ。そう言って立ち向かおうと思ったが、こういう人間には何を言っても無駄だろう。中卒が何を言っても痛くも痒くもないと思われるのがオチだ。だから俺は怒りを押し殺し、深く息を吸った。いいんですね。俺のつぶやきが夜風に乗って三河のもとに届く。何がと返され、俺は三河を睨みつけた。俺がいなくても本当にいいんですね。俺がいないと料理も酒も出てこないと思いますよ。それでもいいんですね。後悔しませんか？ここは予約3年待ち、会員制の高級料亭だ。なぜそんな店を俺が予約できたのか、この男は分かっていないんだろう。三河は俺の警告をただの負け惜しみと取ったらしい。弾けるように笑い声を立てると、俺を手で追い払う。ああ、君は実にバカだな。後悔するようなことになるはずがないだろう。安心して帰りたまえ。君にはコンビニの安酒と弁当がお似合いだ。そうだ、お小遣いをあげよう。プツンと俺の中で何かが切れる音がした。わかりました。笑い続ける三河にそう告げ、俺は店の前から離れた。怒りとやるせなさ、そして店のオーナーへの申し訳なさがぐるぐると頭の中に渦巻いていた。そのまま家に戻る気にはなれず、近くにあったコンビニの前でぼんやりしていると電話が鳴った。画面に表示されている名前は三河。三河から電話が来るのは予想していたことだったので、特に驚くこともなく通話ボタンを押した。風間、てめえふざけんなよ。耳が痛くなるほどの大声に
思わずスマートフォンを耳から離す。スピーカーにする必要もなく、三河の声ははっきり聞き取れた。てめえがいねえなら料理も酒も出さない。しかもキャンセル料を出せとまで言ってきやがった。キャンセル料100万ってどういうことだよ。店と共謀して俺を陥れようとしてんだろ。ふざけやがって。さっさと戻ってこい。詫び入れるだけじゃ済まさねえからな。てめえが全額払え。普段の余裕ある話し方を忘れてしまったのだろうか。一人称や話し方すら変わるほどの怒りを感じているらしい三河は、また俺の返事も聞かずに電話を切った。そっちが帰れと言ったくせに、今度は戻ってこいと言う。俺は三河の勝手な言い分にムッとしたから戻る気はなかった。キャンセル料ならお前が全額払えばいい。俺はもう幹事でも参加者でもないんだから関係ない。三河の命令は無視して家に帰ろうと思ったが、再び電話がかかってきた。相手はまた三河だった。無視していると電話は切れたが、1分もしないうちに再びかかってくる。この様子だとかなり焦っているらしい。さっきの話し方からして、周りに迷惑をかけていることは想像に難くなかった。店や新入社員たちへ当たり散らす前に事態を収めるには、俺が行くしかないんだろう。仕方なく、俺は店へ戻ることにした。店の前までやってくると、三河が待ち構えていた。おせんだよ、グズ、待たせんな。あたりに響き渡るような怒声を浴びせられ、腕をつかまれた。高級店にふさわしい振る舞いがどうとか、さっきはほざいていたが、聞いて呆れる。引きずられるようにして店内に入り、大広間へと連れて行かれた。広間の入り口で突き飛ばされるようにして広間へ入った俺の目に飛び込んできたのは、店のオーナーの姿だった。腕を組み、真一文字に口を引き結んだその人は、職人らしく気難しそうで、不機嫌そうでもあった。目を固く閉じ、誰の言うことも聞くものかという雰囲気を醸し出している彼を、歓迎会の参加者たちは遠巻きに見守っている。状況がわからずにおろおろしている新入社員たちにちらりと視線を送りつつ、俺はオーナーの前へ進み出た。俺が近づくと気配を察したのか、彼は薄く目を開いた。目が合い、俺は彼にへらりと笑いかけた。こんばんは。今日はよろしく頼むよ。俺がそう口にした瞬間、背後から三河が飛んできて、俺とオーナーの間に滑り込んできた。何タメ口聞いてんだ、このボケ中卒。挨拶の仕方も知らねえのか。そう言うと三河は俺の頭に手を伸ばしてきた。俺に頭を下げさせようとしたんだろう。だが、三河の手を止めるものがあった。オーナーだ。オーナーは三河の手をひねり上げると、痛がる三河を畳の上へ放り出した。その姿を見て、俺は思い出していた。昔、俺が両親に反抗し、中卒で働くと主張した時と同じだ。あの時もこの人が助けてくれた。そう、この人は今でも俺のヒーローだ。よう、やっと来たか。お前の姿が見えないから驚いたよ。よし、じゃあお前も来たことだし始めるか。今日は任せておいてくれ。何が食いたい？肉か？魚か？何でもいいぞ。食材も酒も最高のものを用意してるからな。腕によりをかけて作ってやる。腕まくりをし、力こぶを見せつけながら、オーナーはにっと笑った。俺も笑みを浮かべながらうなずく。うん、ありがとう兄ちゃん。俺がそう発言した瞬間、広間のあちこちで驚きの声が上がった。そう、この店、龍の友のオーナーこと風間達也は正真正銘、俺の兄だ。俺が予約3年待ちのこの店に予約を入れることができたのも、兄が特別に計らってくれたからだった。
兄弟だからってそんなことをしていいのかと俺が問いかけると、兄はこう答えた。兄弟だからじゃない。俺に恩があるからだ。と。俺と同様、学歴主義の両親から生まれた兄は、両親に言われるがまま勉強に励んでいた。いい学校、偏差値の高い大学に進むことが本当にいいことなのか疑問に思うことはあったそうだが、反抗する勇気は持てなかったという。やりたいことを見つけてしまい、将来について悩み始めた頃、俺が中学を出たら働くと言い出した。最初は兄も反対だったらしい。今の世の中、中卒で雇ってくれる会社なんてないに等しいし、苦労するのは目に見えている。でも、それでも親が敷いたレールには乗らず、自分の信じる道を歩こうとする俺をかっこいいと思ってくれたそうだ。お前の姿にさ、俺は勇気をもらったんだ。お前は俺のことをヒーローだって言うけど、俺にとってはお前がヒーローなんだよ。俺が20歳になって初めて飲みに連れて行ってくれたとき、兄はそう言ってくれた。自慢の兄に褒められたのが嬉しくもくすぐったくて、俺は苦笑した。いや、俺はただがむしゃらに働いてきただけだよ。でも確かに、あれはいい経験だった。中学を卒業した俺は、バイトを始めた。建設現場から飲食店、コンビニに本屋、短期のバイトもたくさんやったし、リゾートでのバイトやイベント会場でのバイトも経験している。その中で、この世界にはいろんな人がいて、いろんな考え方があることを知った。そして様々な望みがあり、複雑な悩みがあることも知った。何に価値を見出すかも人によって異なることも学んだし、学歴はその人を測る上で判断材料にならないことも学んだ。もちろん、いい大学を出て立派に働いている人もいる。でも、中卒でも高卒でも仕事ができる人はたくさんいた。人として尊敬できる人もたくさんいた。その人の努力や実際の働き、勤務態度や周りに対する気遣い、そういうものの方がずっと大事だという結論に至った。ちょうどその頃、バイトとして入っていた会社で正社員採用試験が行われることを知った俺は、それに応募した。周りは有名大学出身の学生ばかりだったが、受かる自信があった。俺には学はないが、誰にも負けない経験がある。面接でもその強みを前面に押し出して、見事正社員として採用された。それが今、俺が籍を置いている会社だ。たくさんのバイトを経験し、その経験を余さず発揮し、顧客一人一人の価値観に寄り添う企画を次々打ち出した俺は、取引先からも同僚や上司からも評価してもらっている。そうして親に頼らず、学歴にも頼らず、自分の道を己の力で切り開いていく俺を見て、勇気を出した兄は、両親に反抗。興味のあった料理の道へ進み、こうして自分の店を持つに至った。店名である龍の友の友は、俺の名前である友人の友から取ったと言っていた。俺たち兄弟がたどってきたこれまでの話をかいつまんで周りに話して聞かせると、広間は水を打ったように静かになってしまった。みんなを黙らせるために話したわけではなかったのだが、と困惑していると兄が動いた。絶句している三河のもとへつかつかと歩み寄ると、兄はにっこりと微笑んだ。三河さんでしたっけ？あなたはご自分の学歴が自慢でいらっしゃるようですね。俺がこの広間に顔を出したとき、真っ先にご自身の学歴を自慢されてましたもんね。確かに、いい大学を出るということは悪いことではありません。選択肢が広がるということに他ならないですし、いろんなことを学ぶこともできます。ですが、学歴が高いイコール素晴らしい人間であるという考えは捨てた方がよろしいかと思います。あなたは俺のことを腕もよく
人柄もよく、やり手で素晴らしい人間だと言ってくれましたが、そこで一旦言葉を切ると、兄は笑みを深めた。私は大学を中退しています。つまり最終学歴は高卒なんですよ。あなたの価値観では、私は素晴らしくない人間ということになってしまいますね。そのあたりどうお考えですか？ミカは答えなかった。顔を真っ赤にしてブルブルと震えている。それと今度御社と取引予定だったわけですが、学歴だけで人を見下すような方がいる会社とはお取引できませんので、というかそちらが高卒の人間と取引されたくはないでしょうし、こちらから白紙にさせていただきますね。ご存知かと思いますが、この企画、10億が動く大きな企画でしたが、実に残念です。それがとどめになったのか、三河はその場に崩れ落ちた。がっくりとうなだれる姿には、普段の余裕ある男の影も形もなかった。その後、新入社員の歓迎会は予定通り開催された。提供された料理は、どれも素材も調理方法も味付けも最高で、兄が俺のためにとわざわざ取り寄せてくれていた酒も美味しかった。新入社員たちはもちろん、参加した他の社員たちからの評判もとても良かったし、大成功と言えるだろう。宴会が終わる頃には、俺のことを誤解していた。本当に申し訳ありませんでしたと、わざわざ謝りに来てくれた新入社員もいたことも嬉しかった。一方、広間の端で縮こまって、残りの時間を過ごしていた三河は、後日降格処分が言い渡された。俺は知らなかったのだが、複数の社員からの内部告発があったらしい。俺が担当していた企業からもクレームが入ったと聞いた。こうして俺に対する度重なる嫌がらせ行為やプロジェクトの横取りなどの事実が明るみに出たことで、事態を重く見た上層部が契約社員への降格を決めたのだ。最初は自分のようなエリートがなぜそんな目に遭わなければならないんだとごねていたようだが、うちの会社が誇る名物契約社員たちからビシバシと鍛えられたことによって、最近ではおとなしく仕事をしているようだ。少しずつではあるが、かつての自分の振る舞いや学歴主義に関しても反省しているらしい。兄の店と俺が所属する会社の商談も、反省した三河が何度も頭を下げに行ったこと、降格処分が下されたことで、兄の怒りも収まり、予定通り行われることになった。俺はというと、今もこの会社で働き続けている。あの歓迎会の後も何度か兄の店を利用させてもらったが、行くたびに兄は腕を上げており、ますます評価を上げていっている。雑誌やテレビ、インターネット、兄のインタビュー記事を見かけるたびに、誇らしい気持ちとともに負けてはいられないという気持ちも膨らんでいく。俺のことをヒーローだと言ってくれた兄が、これからも俺を誇りに思ってくれるように、これからも努力していこうと思っている。そういえば兄から聞いたが、両親が俺のことを心配しているらしい。以前は早く家から出て独立したい、あの二人から離れたいと思っていたが、そろそろ帰省して二人を安心させてやりたいと思えるようになった。これもいろんなバイトを経験して、いろんな価値観を知ったからだろうか。俺が歩んできた道を少しでも二人に認めてもらえたら嬉しいなと思う。そして俺は俺の信念を胸に、これからも邁進していく。ご視聴ありがとうございました。下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をお願いいたします。グッドボタンや動画の感想コメントもお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。